こんにちは、あわずです。いや、もう、急に寒くなりましたね。今年もあと1ヶ月ぐらいで終わっちゃうのめちゃめちゃ早いっすよね。そういえば冬の1週間コーデ撮ってないなってなって、慌てて1週間コーデ撮ってきました。冬はやっぱりファッションの本番じゃないですか。アウターとかレイヤードが結構メインになってくると思うんで、今季やりたいスタイリングを組んできたので、よかったら参考にしてみてください。では早速1日目どうぞ。この日が、コートがサンフラワーのコートで、インナーはデバイザーの今季のフードで、インナーのシャツはプラダ、ネクタイはサリバンのアイテムで、パンツは003のストロングのアイテムですね。靴はナイキのエアジョーダンフューチャーっていう腹このスニーカーなんですけど、このコーディネートはね、コートの中にフードを入れて中がシャツネクタイっていうのがポイントなんだけど、シャツネクタイって結構王道にかっこよくて、僕めちゃめちゃ好きなスタイリングなんですけど、そのまま着ちゃうと結構サラリーマンっぽい雰囲気になっちゃうじゃないですか。いろんなコレクションのブランド見てても、ちょっとクラシックとは別の要素を入れてスタイリングしてるブランドが結構多いんですよね。ポイントとしては、個人的に2つ以上のアイテムで外す。クラシックとは別のアイテムを入れるのがすごいおすすめで、僕が外したポイントとしては、デバイザーのフードとナイキのエアジョーダンフューチャーのハロコのスニーカーでクラシックとは別の要素を入れてるんですけど、フードを入れることによってちょっとクラシックとは真逆のスポーティーさをプラスして、足元は今年トレンドのファーとかハラコのアイテムを入れることによってよりクラシックとはちょっと真逆のスタイリングになるんですよね。この辺の外すスタイリングは結構難しいと思うんですけど、小物だったり外すアイテムをブラックベースにすることによって結構簡単にね、スタイリングはまとまると思いますね。結構こういうクラシックにスポーティー要素をミックスするスタイリングはね、絶対秋冬僕はもうやっちゃうんで、王道にかっこいいっすよね、こういう感じは。まあよかったらこれも参考にしてみてください。はい、2日目ですね。このね、アウターなんだけど、この T セールのジャケットは、今年一番高い買い物でしたね。去年のパリ買い付けの時に見てきたんですけど、その時に一目惚れしちゃって、俺とローズでめちゃくちゃ興奮したやつで、ピーコートなんだけど、このちょっと立体的になってる、デザインのアイテムになっていて、デザイナーさんがね、ロバート・モリスっていうアメリカの彫刻家からインスピレーションを受けて作ったシーズンらしくて、ピーコートってね、俺的にやぼったいイメージが結構あったんだけど、これはしっかりモードに表現されていて、今季のアウターの中でズバ抜けて俺的にかっこよかったかな。パンツはオマールのスウェットパンツ。全体的にストリート感のあるモードなスタイリングは今年結構トレンドじゃないですか。パンツとかインナーはスウェット系で、アウターはがっつりモードなアイテムでまとめるスタイリングは今年僕めちゃくちゃ気分で、あえて中もフードを入れてて、これも T セールのアイテムなんだけど、このね、グレーのパーカーもね、ちょっと色落ち具合というか、グレーの中でもちょっとやぼったさをあえてるようなカラーリングのパーカーになっていて、これね、このフードもね、差し色でめちゃくちゃね、今年っぽいストリートモードな雰囲気が結構出しやすいパーカーだから、これもね、最近めちゃくちゃ着てるかな。このね、フード被った形も結構気に入ってて、そんなに深すぎず浅すぎない感じで、結構使いやすいんだよね。で、足元はロンバウトですね。アウターにボリュームが出るアイテムは結構ロンバウトで合わせることが結構多いですね。このスタイリングはね、ストリートとモードの今季僕がめちゃくちゃやりたいスタイリングって感じですね。はい、3日目ですね。この日は休みで自転車だったからめちゃくちゃ寒くて、1週間コーデの中の一番ちゃんとあったかいコーディネートって感じですね。コーナーストーンのダウンジャケットに今季買った JLAL、ジェラールって言ってたんですけど、JLAL らしいです、読み方。最近知ったんですけど、の今季のニット帽にアクネの、これも今季の
デニムなんですけど、それにプラダスポーツのスニーカーを合わせてみました。このコーディネートはね、小物が主役のコーディネートで、JLAL のニット帽は素材がね、モヘアになってて少し柄が入ってるアイテムになっていて、ちょっとこういうね、スポーティーな都会っぽいスタイルに少し変化をプラスしてくれるから、これはね、最近めちゃくちゃ使ってますね。で毎年ニット帽俺ね、買っちゃうんだけど、ニット帽部門だと、これが今一番お気に入りのニット帽って感じですね。で、あと、スニーカー部門のナンバーワンもこのプラスポで、レザーとね、メッシュがミックスになってて、スニーカーとレザーシューズの中間みたいなスニーカーで、もうね、これ合わないスタイリングがなくて、コーディネートに迷ったらこれ履いとけば、みたいな感じで、ちょっとね、怠けちゃう、このスニーカーあったら。ここ最近でこれもね、一番履いてるスニーカーですね。で、中のニットも JLAL のニットで、これもね、前の動画で紹介したやつなんだけど、マジで買ってよかったっすね、これは。色合いとデザインと、このちょっとモヘアになってる感じはめちゃくちゃ使えて、これはね、ほんと1枚でかっこいいアイテムで、めちゃくちゃこれも最近着てますね。このコーディネートはほんと今年買った小物をふんだんに使ったコーディネートって感じですかね。はい、4日目ですね。このコーディネートのポイントは、もう見てわかる通り、このゴルチエのスーパーロングのコートなんですけど、昔からね、僕らの動画見てくれてる人だったら知ってると思うんですけど、もともとね、僕こっち系のゴリゴリクラシックなスタイルがめちゃめちゃ好きで、最近はね、テック行ったりスポーティー行ったり、いろいろやってるんですけど、もともとね、ヘルムトラングのアーカイブより、ゴルチエのアーカイブをめちゃくちゃ昔集めてて、ゴルチエのアーカイブの中でも本当にこれは、一番お気に入りのアウターで、着丈が140センチぐらいあって、これ着とけばね、全締めでもうかっこいいんで、このコートだけはね、一生絶対手放さないコートですかね。中はヴィンテージのスウェードジャケットにコーナーストーンのロングポイントのシャツにアクネのワイドパンツなんですけど、これぐらいクラシックなスタイルだと、このロングポイントの中のシャツを出してあげるだけで、よりエッジの効いたスタイリングになって、よりちょっとクラシックさがすごい出るんで、中からロングポイントのシャツを出してあげるのは、結構昔から僕がやってるスタイリングですね。このロングポイントのシャツを開けて、中の僕らが作ったボイドをちょっとチラッと見せてあげるスタイリングはね、もう王道にもう見てわかる通りかっこいいっすよね。で、靴は、これもね、長年僕が愛用しているコスパとクオリティがめちゃくちゃ最強のトラッカーズっていうブランドのポインテッド2のレザーシューズですね。これね、4年ぐらい前の3スタイルとか紹介したアイテムで、もう僕これずっと履いてますね。いろいろテックとかスポーティーとかやったけど、こういうね、ちょっとヴィンテージライクなクラシックスタイルは、やっぱね、いいね。やっぱ好きっす、これは。はい、5日目ですね。この日のコーデのメインは、このリック・オーエンスとモンクレーのアンバースノーブーツですね。僕、このリック・オーエンスのスニーカー履くのずっと憧れがあって、こないだ、リック・オーエンスのパーティー行ってきたんですけど、もうね、会場の雰囲気といい、もう DJ といい、もう空間がめちゃくちゃかっこよくて、なんかね、もうその時に感化されちゃって、このアンバースノーブーツ買っちゃいましたね。リコエンスって結構モードストリートでスタイリングしてる人多いと思うんですけど、自分的には結構レトロな雰囲気でスタイリングしてもめちゃくちゃかっこいいかなと思って、全体的にあえてクラシックな要素を詰め込んだスタイリングをしてみました。どこがクラシックかというと、ベルトをウエスタンベルトにして、かつ小付けにして、カラーもブラウンとブラックを入れて、ジャケットはヴィンテージのスウェードのジャケットなんですけど、あえてスウェードのジャケットを選んで、よりちょっとレトロなクラシック要素のあるようなスタイリングにしてみました。リコエンスの紐のカラーをベルトのブラウンとアワレガシーのマフラーのグレーで拾ってあげて、全体的にモードクラシックなスタイリングにまとめてみました。ポイントがもう一つあって、パンチでスノーブーツをあえて隠すのがポイントで、
物自体がかなりエッジ効いてるから、このたまり感で、ちょっと隠してあげてスタイリングするのが一番ちょっとまとまるっていう着地になりましたね。このね、やっぱリコーエンスのシューズめちゃくちゃかっこよくないですか？なんだろう、履いてるだけでテンションがむちゃくちゃ上がりましたね。はい、ということで次の日行きます。はい、6日目ですね。このスタイリングはアウターもパンツもシルエットをあえてちぐはぐにしてまとめたスタイリングですね。アウターもパンツも今季のコーナーストーンなんだけど、デザイナーさんのね、スンユンさんはもともと中国で有名な建築家の方で、Google のね、なんかオフィスとかデザインしてるみたいなんだけど、今季ね、特にその建築っぽい立体的なディティールとかね、カッティングがね、すごい出てて、僕めちゃめちゃ好みのアイテムがコーナーストーンめちゃくちゃ多かったっすね。パンツね、一見合わせるの難しそうに見えるんだけど、コーナーストーンはやっぱね、いやらしくなく変形パンツを提案してくれるから、意外とね、何でも合うから、めちゃくちゃこれも履いてますね。で、あとね、最近この辺のベージュとグレーっていうちょっと乳臭いカラーリングでスタイリングするのはめちゃくちゃ気分で、少しね、ちょっとダークな雰囲気が出るから、この辺のカラーリングばっかり最近着てますね。で、インナーはディーゼルの、今季のニットで、色落ちしてるニットをあえて選んで着てますね。アウターがボリュームがあると、足元にね、少しボリュームのあるアイテムで合わせないと、バランスが変な感じがしちゃって、こんな感じのね、ちょっと重めのアウターの時にはね、スニーカーじゃなくて、ブーツとかね、少し厚手のあるシューズで合わせるようにしてますね。なんかね、ぺったんこのスニーカーとかだとね、アウターとかに負けちゃって、足元だけ急にちょっと寂しい感じになっちゃうから、こういうスタイリングの時はね、結構ボリュームのあるシューズで合わせるのがすっごいおすすめですね。このスタイリング僕結構気に入ってますね。1週間コーデの中でも特に好きなスタイリングかもしれないです。はい。ということで、最終日いきます。このコーディネートのメインは、この 80s のレザージャケットなんですけど、このね、色落ち感でシングルのライダースっていうのがドッツボすぎちゃって、一目惚れして、ずっとネットで探しててやっと買えたジャケットなんですけど、男はやっぱレザーは冬絶対着るじゃないですか。もうこれはね、その中でも俺的に最上級にかっこいいやつだと思ってるんで、これもね、長く着ようかなと思ってますね。で、今季、パンツに重心を持ってくるのが、トレンドだと思うんですけど、J レッドロンドンさんからいただいた、スウェット生地のハーフパンツに、エコーズラッタのデニムを合わせていて、普通にデニムパンツでも良かったんですけど、少しちょっとつまんないかなと思って、ちょっとレイヤードしてみました。で、レイヤードの中でも、スウェット生地とか素材をあえて変えてあげるのがポイントで、ブラックレイヤードの中でも素材の見え方を変えてあげるだけで結構メリハリがつくんで、結構おすすめですね。で、こういうレイヤードはいろんなブランドが過去やってたりするんですけど、特に昔のコレクションの中でもかっこいいのが、ラキシモンズの 2001AW の暴動機っていうコレクションとか、レイヤードがむちゃくちゃかっこよくて、ショート丈に合わせる違和感のあるレイヤードがめちゃくちゃ多くて、コレクションの中で。一周回ってっていうか、この辺の 2001AW のラキシモンズのコレクションのスタイリングは、特に今っぽいっていうか、多分すごい感度のいいブランドさんとかだと、この辺から多分サンプリングとかインスピレーションを受けてコレクションを発表してたりもするのかなと思いますね。ラキシモンズのねコレクションは本当見てるだけで、あ、ファッションってこんなに幅あるんだって思えるぐらい結構面白いんで、よかったらチェックしてみてください。っていう感じのスタイリングって感じですかね。はい、どうでしたか？こんな感じで1週間コーデ撮ってみたんですけど、どうでしたか？やっぱね、服好きの皆さんはやっぱ冬バチんないとダメですよ。僕もちょっとね、いつもよりちょっとレイヤードだったり、ちょっとデザインの効いたアイテムを入れてみたんですけど、やっぱちょっとバチった方がおもろいっすよ。もうなんかスタイリングしてて思いました。最近はね、よりちょっとモード感の強いブランドとかアイテムがめちゃくちゃ気になってて、リコーエンスとか、
まあラングは安定なんですけど、ああいうちょっとアートからインスピレーションを受けて洋服を作ってるブランドとかが結構気になってるんで、今期とかそっち系で僕攻めようかなと思ってますね。最近皆さんどういう感じが気分ですか？なんかコメント欄とかで教えてくれるとちょっと僕も参考にするんで、ということでまた次ローズモーガンとかも1週間後でやると思うので、よかったらまた楽しみにしておいてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。